大将しか作れない味だと思います。これは何とかなっちゃうってなかった。俺もここしてから脳梗塞してな、朝起きたらもう半分動かへん。じゃあ力も半分しかない。これ店なかったら動いてないな体。ほとんど行けな。こんな店は好きやねん昔から。やっぱりな場所の悪いとこで売り上げ上げるっちゅうのこれあれやで。
人で105度は大変なことや。釣り線から下げもんからもこんな作ってそれも伸ばしたらあかんやろ。ははよやっぱり出さなあかんしな、お客さんに。長英宮の二刀流どころかお前四刀流五刀流ぐらいでいかなあかんのよラーメン屋は。目上げて湯からちゃうよ。先代が俺に教えてくれたのがそれや。麺言わせんなよって。じゃあ麺に油入ってやろ。その油溶けて混じっとる。どうやさい。お待ちどうぞ。ありがさね。はい。どうぞ。月1ぐらいですね。1ぐらいですね。頼まれるものも一緒いう感じですか。これがラーメンと水餃子。水餃子。ニンニク結構効いてるし、なんか疲れてる時来て食べたら、来てますわ、疲れてる時に。食べた後すごい体ポカポカするんで、ここまで行き切ったとこあんまない。いや、そうですよ。
はいどうぞ、ありがとうございます。どうぞ。はいどうぞ、あ、すいませんね。どうぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃい、どうぞ。あ、じゃあ。これ単品でね。こっちけてきますね。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ。どうもいらっしゃい、どうも。2週間に1回ぐらいですかね。もう必ず。そうですね、まあ、ちょっと開くときは開きますけど、はい、いつも美味しくいただいております。もう大将しか作れない味だと思います、これは。どうも、おおきに。ごちそうさまです。いや、そうなの。いいやしね。
今日ラーメンいかんねとか言って昨日言ってるんですよでってごめんなさい。はーい。じゃあ、ありがとう。電気です。次の忘れた。お待ちどう。これレンゲ。はい。はい、どうぞ。あ、いただきます。どうぞいただきます。全然入れるよ。入れへんけど。仕事後ちょっと入ってるわ。いいもんめっちゃました。いただきます。毎日ニンニクすぎてエグいよこの前全部トラブルしたのえ見てなかった絶対うまい。もう覚えてないめっちゃよさ最近毎日記憶になります飲みすぎや。最高に美味しいです。ニンニク好きにはぜひニンニクは多分別皿で頼んでもらった方が。はい、ありがとう。おきまごちたね。そうさまでしありがた。とう、おきり。今日も美味しかった。どうも、またね。またね。美しく生きる椿そこについてかなり勉強しなければならないんです。そんなマミさんおすすめの洗剤が普段トイレを掃除する際には必ず説明書を見ることを義務付けられていました。とっても簡単なんですよ。どっちがどうか。はい。そしたら洗い流さずにそのままマッサージができる。はい。さてここでまず
はいね。はい。工夫した敵撃を私はいつも探してるような気がするんです。皆さんスキンケア楽しみませんか？カッパおもろい順で。これ自分で書いて。いやそうですよね。そらもう夢あんのもうコロナやしもうしみようか自分で。嫁の反対を押し切って俺がしてもう俺一人するから迷惑かけあへんから。いや脳梗塞になってもその動きだけはできんねん。この店はもう土日はもうちょうまいよ。一人100ぐらい売ったもん。3番9番です。そう今日はねちょうど1年なんですよ。ジャストですか？ジャストですね。だからグループから花輪がちょっと届いてて、大阪時代もやってたんで、はい。どちらでされてたんですか？大阪市の北区天満ってところでやってて、移転っていう形でやってきてもう丸3年ですね。それを合わせると。つけておいて、はい。骨に入ってる血を抜いてスープの臭みを抑えるっていう作業です。大体100杯ぐらいしか取れないんで原価はあんまり良くないですね。40本のスープですね。そうです。前日残ったスープでなんか2日目のカレーと一緒でこれが美味しいんですよ。これと取り上げたばっかりの新しいスープをブレンドさせていい具合にするのが一番美味しいと思ってるっていう。私京都でもラーメン店修行してた経験があるんで、その経験も生かして一大一流ブランドではうちしか使ってないオリジナルのあっさりスープを出してるんです。一回これ冷やしてもう一回スープ営業用に出すっていう温め直すっていう手間をかけてるんですけど、これが一番美味しいです。スープの管理としては多分ゲル化現象って言って多分このゼリー化してるのが
美味しさの秘訣なんじゃないかって思ってるんですけど、研究のしがいがあるところです。23で大学卒業して初めてラーメン屋で、27ぐらいの時印刷会社で、それでも2年間ぐらい営業マンやってました。30までにはっていうのがあったんで、どこか自分でやるなら。で30になる年の時に今の奥さんと結婚して、でやったっていうことです。自分で。これがアク抜きの作業。これがあるかないかでやっぱスープの匂いが変わってくるんで。多分スープ作りではこれが一番大変な作業。この奥様からの反対みたいなのはなかったんですか？いや、特になかったですね。ただまあ一緒に頑張ろうねもあったんですけど、軌道に乗ったら私は干渉しませんっていうスタイルで、それまでは一緒に頑張ろうねっていう感じですごくありがたかったです。なかなか言ってくれないですけどね。あ、そうですね。この店今やる中で何が良かったかって言ったら嫁ですね。嫁に出会えたからうまくここまで一番いってる原因の一つです。創業者の新森隆二さんっていう方がいるんですけど、一流の味とかの前に思いとか熱いところとかが好きで始めました。言葉にするとなんてことはないんですけど、当時僕がすごく好きだったのが、その1名様1名様ちゃんと大きな声で挨拶して、目見て挨拶して、いっぱいに1名様に感謝込めろっていう言葉をいただいたんですけど、それってなんか今言葉にしたら当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、なんかすごく響いたんですよ、私の中で。それで、あ、このブランドいいなっていうところから始めました。オープンして3日目の土曜日ですかね、480杯ぐらい、それが最高だと思います。これも鹿児島産の豚バラ肉です。これ創業以来もうずっと変えてないです。これもうずっと継ぎ足しです。毎回ちょっと確かめて、甘かったら醤油多めとか、味が薄かったら砂糖もちょっと入れるとかで調整してます。何を測られるんですか？豚骨の濃度を測ってて、大体目安があるんですけど、バッチリですね。これが営業用のスープで、
なるべく火を入れたくないんで濃度が煮詰まらないようにこだわってます。ここは全グループ徹底してます。豚骨スープはもう火を入れたら入れただけうまみ成分がもう飛んでいくんで必要最小限。サウナは毎日行くのが日課なんですいません。そうやろ。思ってなかったですよ。あ、マジで行きましたよ。私の妻がね、リエっていう名前なんですよ。で、私がタクトで、どっちも1992年のね、7月8日、7月8日に生まれたんですよ。お二人とも2人とも、はい。7転び八起きの日だねなんて言って、2人で7回転んでも8回起き上がる、挑戦する会社にしようっていうので始まって、あれは1回7が転んでるけど、8でまた起き上がるっていうだるまをイメージして作りました。これ私の高校時代の友人に作ってもらったもので、結構気に入ってますね。だからうちのこだわりとしてはチェーン店じゃないですよっていうのは打ち出してます。もうそれぞれ1店舗1人オーナーがいて、もう責任持って運営するっていう感じですね。スープはどうやって温めてるんですか？こういう。カニ卵トッピングです。はい。ラーメンいきますね。よし、お願いします。はい。
大盛りですね。です。はい。すいません、お待たせしました。つけ麺大盛りです。2回目前はラーメンだけで今回つけ麺めっちゃ美味しかったです。チャーハンこれ私めっちゃ好きな味。濃そうですけど全然濃すぎることもないです。美味しいです。こう見た目は黒くて辛いんじゃないと思われがちなんですけど、優しい味付けです。あれは実はお米を炊くときに醤油で炊いてるんで、それで色が濃くなって、それを卵とか具材混ぜてチャーハンにするっていう形で。お待たせしました。どうぞ。でもう一丁半チャーハンですね。お好きな席どうぞ。いらっしゃいませ、こんにちは。餃子3つだけです。はい。はい、いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。寿司はいきますね。はい。ほな入ります。次がね、チャーシュー麺粉落としです。はい。しっかり9番さんですね。はい、これ半チャーハン待ちです。はい、お願いします。お待たせしました。どうぞ。中西さん、そのまま5番さんでお願いします。はい。券売機誰か買われてます？はい。はい、どうも。ありがとうございました。よかったらまたどうぞ。ネギ抜きですね。はい。なり2枚。はい。これの盛り付けも入れたら、どうもありがとうございます。よかったらまたどうぞ。はい、どうもありがとうございます。はい。チャーハンお願いします。はい普通に卵トッピング、ゆず塩の普通、豚骨醤油、肩に煮卵トッ
ッチング。お願いします。はい。します。はい、どうも。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございます。はいよ。で、レーズを入れときましょうか、それ。なんか出たような気がしますね、確かに。これですね。限定固め。はいよ。はい、どうもありがとうございました。しっかり限定。はい。これで終わりですね。お待たせしました。どうぞ。来ましたよ。はい。ありがとう。もちろん。いいですか。ここのお肉は何ですか。はい。はい、お願いします。はーい。残す全面じゃね、おさらいですかね。はい。すいません。はい。替え玉ください。はい。お待たせしました。です。醤油ラーメン。はーい。ありがとうございます。はい、
はいよ。柔らかいのが2つですね。はい。はい、いらっしゃいませ。はいよ。加藤さん、これ盛り付け手伝ってもらいます。はい。提供前後します。お好きな席どうぞ。どうぞ。入れていただけますか。はい。どれですか。固め。はいよ、お願いします。まあ普通2つですね。そうです。はい。すいません。ためで、こっちが普通の硬さが2つ。はい。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はいよ。じゃあチャーシューがお願いします。はい。あ、どうぞ。お待たせいたしました。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませどうぞ。はいよ。これ大盛りです。はい。はい。これでおしまいですね。これでお揃いか確認しておいてください。よし、24番さんね。はい。あ、お願いします。はい、24番さんです。濃いめ、油多め。全部普通です。はい。じゃあ、パンチャーハンいきます。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、しょう。では21番です。上置いときますね。はい。星野さん、1、2番さん、半チャーハンありますか？ 1番さん。鍋だけ？けど。よいしょ。よし。
あーいいよ。よいしょ。よし、替え玉普通21番さんです。で、これ3番さんから先。3番、9番です。まあ、久々に来ようかなと思っていたら、前回より全然美味しかった。よりなんか濃厚になってるというか、深みが増してましたね。半玉の替え玉いきます。はい、オッケー。はい、かりちゃん。どうもー。ありがとうございます。これが4番ですかね。多分。はいよ、1つです。はい、行きます。いいよー。24番。はい。はいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。お疲れ様です。気に入られてるメニューとかがあるんですか？最近ハマってるのはやっぱ殻つけるんですかね。あ、殻つくね。とやっぱスーパーチャーシューです。僕も北九州出身なんで、もう和歌山に来ても10年以上経つんで、逆にここに和歌山に石田一流ができてくれたことがすっごい嬉しくて、で天満時代も行ったことあるんですけど、こっちから北九州帰ったら本店にももちろん行くんで、今日2杯食べられて、はい、もういやもう一杯お前行きたいんですけど、今嫁にもうええでって言われたんで。あの量で1000円安いですね。潰れるんちゃう？シオ君とブラ君とでも天丼のボリュームがすごいタワーみたいになってるんで。わかるどこに。ここは昆布だけで、ここはいりこと昆布と。
れではしっちゃっていいですか。自分のとこで作ってるお米です。あ、そうなんですか。はい。自分と嫁さんと2人で作ってるお米。お米とあとここで使うちょっとした野菜とか、はいできるもんは作ったりとか、へえ。はいしてます。僕がそのサーフィンやってて、はい。宮崎の方よく行ってて、そこの時にうどん屋さんが美味しくて、はい。でそのいりこだしっていうのをやってみたかって、はい。で最初作ったんですけど、はい。作ったらやっぱりいりこオンリーやったらなんか物足らんくなって、はい。やっぱ厚削りちょっと掘り込んでちょっと混ぜた感じですかね。この店をやるタイミングっていうのがもともと別の場所ではい。天ぷら屋さんがあって、はい。でそれを閉めるってなったんですよ、はいでそのやってた人が先輩やって、はい。もったいないなって話したらこうやってめえへんみたいな感じで言われて、じゃあちょっとやりたいってやり始めたんです、はい。そこからこっち移って、はい。今に至ります。なんか天ぷらイコールって考えた時に、はい。やっぱうどんが思い浮かんだんで、うん。天ぷらうどんかなっていうんで。これね、昆布にちょっと穴開けて、こうやった方が昆布がもっと出るっていうあれが、はい。もともと普通の太いうどんで大体そうじゃないですか、はい。でそれで自分のだしとやった時になんか自分のだしとの絡みが悪くて、でどうしたらいいかなって時に細麺にしようと、はい。でそれでやらせてもらったら一番こうしっくりきたというか馴染みが良かったんで、だしの絡みが全然太い麺と細い麺で違って、はい。だしで勝負したかったから、でそのだしをもっと吸えるようにと思って、普通のところとかやったらうどんを茹でたとこにだしをかけて終わりなんですけど、僕はもうこうだしを小鍋でここに1杯分入れて、で湯がいた麺をここに取り込んで、ちょっとまたここで一旦ふかすっていうか、で味しまして、若干柔らかくなるんですけど、でもそれでもいいかなと思って。
緊張するやん。なんでそのエプロンをチョイスされたんですか？関西やからやっぱり阪神かなみたいな。花玉食堂っていうお名前じゃないですか。はい。店名の由来って由来はもう自分のもともと僕結婚する前が金谷っていう名前で結婚してから玉井になったんでそれを2つ合わせて金玉。あ、そういうことやったんですね。はい。サラダ油元が入ってて、はい、でちょっとこの香り付けでごま油を、はい。定食。はい。定食石です。こ
5枚か。以上でどうぞ。は
しました。わかるどこにわからん。GU の今のタイプちゃう。足なんで。どうなの？金玉定食めちゃくちゃ美味しかったです。だしがめちゃめちゃ美味しい。どうぞ。ボリュームあるし、天ぷらもある。天ぷらも美味しいし。おすすめは定食。あの量で1000円。安いです。潰れるんちゃう？すいません。あ、結構来ますね。はい。今日何を頼まれたんですか。今日は天丼です。でも天丼のボリュームがすごいタワーみたいになってるんで、お腹空いて、めっちゃ食べたいなと思ったらもう天丼間違いないですね。はい。昼から頑張るかってなります。金玉定食。定食ですね。ここもだしが大好きなんで、だしも味わえて、おうどんも味わえて、天ぷらも食べれるんで。ごちそうさま。ごちそうさまです。ごぼうのかき揚げうどんとで丼物で、いい感じに沿ってるの、はい、ここのお出汁がちょっと甘めで好きなんですよ。で量もかなり多くて大満足です。うどんもこの家からスッと食べ過ぎます。おはようございます。お願いします。
あら今日は暇やで昨日忙しかったんやけどね、キロバ弱ぐらいだね。常連さんですか？常連、そのもう18ぐらいから今もう50いくつかな、ずっと来てるぐらいかな。ワイン蒸しで口開いたらトマトソースでロッソで、ワインであれだけやったらビアンコ、大阪におった時に、大阪三ツ矢からね、大阪ではかなり量、心斎橋から地下街から、梅田には専門店のピッコロで金屋とか、そこの社長の息子さん2代目が専門店しようかっていうことがあって、でちょうど僕がその頃サラリーマン辞めて行き出した時に、なんでそのサラリーマン辞められて飲食の世界入られたんですか？もともと好きやって、うち母も料理出しやったからね、まあこういうパスタ専門になるとは思ってなかったけど、まあ、喫茶店の上から何でもいいからしたいないう。ピザもそうやけど4枚も5枚も取り出したら、うち娘何してるで3枚4枚ぐらいしか入れへんから病気になって腎臓1個しかないんですよ。がんになったんで取ったんですよ。いつ頃？10年ほど前に大体。今でもだから半年に1回検査は行ってるんよ。まあ別にさ転移とかあんな全然ないからね。でも腎臓1個やからその1個を大事にせなあかんねやけど。昔からの客で。兄さん、エビショーいい？エビショー。エビショーでいい。バジリコと、すみません。バジリコとトマトチーズ。はい、パンとサラダどちらかというと。バジリコトマトチーズ。
前のお店本町にあったんですけど、はい、そこからの付き合い何年ほど？いや40年オープンした年の次の年ぐらいに動き始めたんで、41年前にオープンして、で40年前から行き始めて、だから18の時から今58です。エビ、醤油、バター40か50種類あるんですけど、なかなか前の味をやっぱり思い出したくてとか食べたくてとか、大体4つか5つぐらい40年間。
ど見てたけど途中で自転車で帰った。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。うますぎる。食べれる？5、6年前とか。今日ちなみに何を？たらこです。毎回たらこです。もうやっぱり戻ってきます。ペペロンチーノ。はい。辛いの好きなんでそんなに全然辛くないですね。程よいぐらいです。はい。めちゃくちゃお客さん来るじゃない。ほんまや。
めっちゃ美味しいですけど食べたくなって。もう口が覚えてるうわ覚えてます感じですか。ここのペスカトーレがもうめちゃくちゃ大好きやったんで、そう違うやつも挑戦しちゃうと毎回同じになっちゃうからね。おすすめです。おすすめです。違う。ありがとうございます。ありがとうございます。 20代ぐらいからもう20年。そんなに美味しいですね。間違いないです。カルボナーラとトマトのエビのやつですね。ボリュームがいつもすごくて美味しいです。初めて来たんでおすすめトマトだよって言ってメニュー見てびっくりして。びっくりしました。トマトだけでも結構なんかいっぱいあって、でも楽しい。美味しかった俺も。カレースパゲッティってなかなかね美味しい店少ないんで、それで頼んでみました。だいぶ1人前でも多かったんで、そうですよ。はい、想像以上に美味しく、呼ばれたんで、はい、次からは1個ずつ頼もうかなと思いながら、はい、試していきます。ありがとうございます。こちら見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。練習させてます全体。ほんまなんもないあれやったもんな、あそこ。ビール入ってんの？それで上手でだ。もう一緒にさせてもらってます。一緒で大丈夫です。いただきます。